皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は石川県の金沢市について紹介するわね。金沢市は加賀百万石の城下町として栄えた、日本有数の文化都市だぜ。兼六園とか金沢城とか、有名な観光地がたくさんあるわよね。そうそう、北陸新幹線が開業してからますます注目されているんだぜ。今日はそんな金沢市の魅力をたっぷり紹介していくわ。それじゃあ早速見ていこうぜ。ゆっくりしていってね。まずは金沢市の基本情報から見ていくぜ。金沢市って、石川県の県庁所在地よね。そうだぜ。人口は約46万3000人で、石川県最大の都市なんだ。面積はどれくらいなの？面積は約468平方キロメートルだな。人口密度は1平方キロメートルあたり約988人だぜ。結構広いのね。どこにあるの？石川県の中央部に位置していて、日本海に面しているんだぜ。アクセスはどうなの？ 2015年に北陸新幹線が開業して、東京から約2時間半で行けるようになったんだ。すごく便利になったのね。隣接している市町村は、石川県の津幡町、内灘町、白山市、野々市市、そして富山県の小矢部市と南砺市だぜ。富山県とも接しているのね。金沢市は1889年4月1日に市制施行されて、今年で135年以上の歴史がある都市なんだぜ。次は金沢市の歴史について教えて。金沢の歴史は本当に興味深いんだぜ。まず、金沢って変わった地名よね。なんでこんな名前なの？実はな、昔、芋掘東五郎という男が山科の里で芋を掘っていた時に、砂金が湧き出る泉を見つけたんだ。砂金が湧き出る泉。その泉を、金洗い沢、と呼んだことが地名の由来なんだぜ。だから金沢なのね。ロマンチックな由来だわ。その泉は、金城霊沢、として今も兼六園内に残っているんだぜ。実際に見られるの？すごいじゃない。金沢の歴史で特に重要なのが、1546年の本願寺による金沢御堂の建立だな。本願寺ってお寺が作られたのね。そして1583年、前田利家が金沢城に入城したんだ。前田利家、歴史の教科書で習ったわ。ここから金沢は加賀百万石の城下町として大きく発展していくんだぜ。100万石ってすごい規模よね。江戸時代を通じて、前田家は文化や芸術を奨励したから、多くの伝統文化が育まれたんだ。だから今も金沢には伝統文化がたくさん残っているのね。1872年には金沢県が石川県に改称されて、県庁所在地になったんだぜ。明治時代に入ってからも中心地だったのね。そして金沢市の特徴として重要なのが、第二次世界大戦の空襲を免れたことなんだ。空襲を受けなかったの？そうなんだぜ。だから江戸時代からの街並みが比較的多く残されているんだ。それは貴重ね。歴史を感じられる街並みが見られるわけね。2015年には北陸新幹線金沢駅が開業して、さらに注目を集めるようになったんだぜ。次は金沢市の観光スポットを紹介していくぜ。金沢といえば、まず兼六園よね。そうだな。兼六園は日本三名園の一つに数えられる特別名勝だぜ。日本三名園、すごい格式ね。約11万7000平方メートルの広大な庭園で、四季折々の美しい景観が楽しめるんだ。春は桜、冬は雪釣りで有名よね。特に冬の雪釣りは金沢の風物詩として知られているぜ。松の枝を雪の重みから守るための伝統的な技法なんだ。美しいだけじゃなくて、実用的な意味もあるのね。次は金沢城公園だな。加賀百万石のお城ね。金沢城は前田家の居城跡で、菱櫓、五十間長屋、橋詰門続き櫓などが復元されているんだぜ。実際に中に入れるの？入れるぜ。城内では当時の建築技術や藩の歴史を学ぶことができるんだ。他にはどんな観光地があるの？東茶屋街は外せないスポットだぜ。茶屋街、風情がありそうね。重要伝統的建造物群保存地区に指定されていて、江戸時代の面影を残す美しい街並みなんだ。タイムスリップした気分になれそうだわ。茶屋を改装したカフェやギャラリーもあって、散策が楽しいぜ。近江町市場も有名よね。金沢の台所、と呼ばれる活気ある市場だな。新鮮な海産物がたくさんあるのよね。日本海の新鮮な魚介類や加賀野菜など、地元の食材が豊富に揃っているぜ。市場で海鮮丼とか食べられるの？もちろん。新鮮なネタをたっぷり使った海鮮丼が人気なんだぜ。他にもユニークなスポットはある？金沢21世紀美術館は現代アートの美術館として有名だぜ。現代アート？伝統文化とは違う雰囲気ね。円形のユニークな建築で、無料で楽しめるエリアもあるんだ。美術館に行ったことない人でも楽しめそうね。あとは長町武家屋敷跡もおすすめだぜ。
武家屋敷、どんなところなの？土塀や石畳が残る武家屋敷街で、野村家などの屋敷内部を見学できるんだ。昔の武士の生活が垣間見えるのね。妙龍寺、通称、忍者寺、も面白いスポットだぜ。忍者寺？忍者がいたの？いやいや、からくりや隠し通路が多いことから忍者寺って呼ばれているんだぜ。なんだか楽しそう。金沢の奥座敷、湯涌温泉も忘れちゃいけないな。温泉もあるのね。画家の竹久夢二ゆかりの地でもあって、落ち着いた雰囲気の温泉地なんだぜ。次は金沢のグルメについて教えて。金沢は美食の街としても有名だぜ。日本海の海の幸が美味しいイメージがあるわ。その通り。まず紹介したいのがジブ煮だな。ジブ煮？初めて聞いたわ。鴨肉や鶏肉に小麦粉をまぶして、野菜と一緒に煮込んだ金沢の代表的な郷土料理なんだぜ。どんな味なの？とろみのあるあんが特徴で、上品な味わいなんだ。加賀料理の代表格だぜ。次は金沢カレーね。これは知ってるわ。濃厚なルーとキャベツの千切り、カツが特徴的なカレーだな。ステンレスの皿に盛られてるやつよね。そうそう。チャンピオンカレーやゴーゴーカレーが有名だぜ。他にも金沢ならではのグルメはあるの？ハントンライスも金沢発祥の B 級グルメなんだぜ。ハントンライス？変わった名前ね。ケチャップライスの上に白身魚のフライと卵焼きが乗った洋食なんだ。美味しそう、ボリューム満点ね。金沢の特産品といえば、加賀野菜も外せないな。加賀野菜って具体的にどんなもの？加賀太きゅうり、金地草、五郎島金時など、15品目が加賀野菜として認定されているんだぜ。伝統的な野菜が今も作られているのね。そして金沢は和菓子の町としても有名なんだ。和菓子、茶道文化が盛んだったからかしら。その通り。前田家が茶道を奨励したから、和菓子文化も発展したんだぜ。どんな和菓子が有名なの？金つば、落雁、もなかなど、いろいろな和菓子の名店があるんだ。お土産にも良さそうね。金沢の伝統工芸品も特産品として有名だぜ。金箔よね。金沢といえば金箔。実は全国の金箔生産量の 99% 以上を金沢市が占めているんだぜ。99% 以上。ほぼ独占状態じゃない。金箔を使った工芸品や化粧品、金箔ソフトクリームなんかも人気なんだ。金箔を食べられるのね。加賀友禅も金沢を代表する伝統工芸だな。友禅染めの着物ね。華やかな色彩と繊細な模様が特徴で、今も職人さんが技術を受け継いでいるんだぜ。次は金沢市の文化やイベントについて紹介するぜ。金沢って伝統文化が豊かそうよね。まずは金沢百万石祭りだな。百万石祭り、どんなお祭りなの？毎年6月上旬に開催される、金沢最大のイベントなんだぜ。どんなことをするの？メインは百万石行列で、前田利家の金沢入場を再現した時代絵巻パレードが行われるんだ。わあ、見応えがありそうね。加賀飛びのはしご登りや、百万石茶会なども開催されて、3日間で数十万人が訪れるんだぜ。他にはどんなイベントがあるの？ 8 月上旬には金沢夢街道が開催されるぜ。どんなイベントなの？中心市街地が歩行者天国になって、様々なステージイベントや出店が並ぶんだ。夏祭りって感じね。9月中旬には金沢踊りが開催されるな。金沢踊り？金沢の芸妓衆による華やかな舞踊公演なんだぜ。芸妓さんの舞が見られるのね。優雅だわ。あとは年間を通じて、兼六園や金沢城公園のライトアップが開催されているんだ。ライトアップ、綺麗そう。春、夏、秋、冬、季節ごとに開催されて、幻想的な夜景が楽しめるんだぜ。季節ごとの見どころも教えて。春は兼六園や金沢城公園の桜が見事なんだぜ。お花見スポットとして人気がありそうね。ソメイヨシノはもちろん、兼六園菊桜という珍しい桜も見られるんだ。夏はどうなの？緑豊かな兼六園の散策が心地よくて、茶屋街も涼やかな雰囲気なんだぜ。秋の金沢も素敵そう。兼六園や金沢城公園の紅葉が美しくて、カニ漁も解禁されて旬の味覚が楽しめるんだ。紅葉と美味しい食べ物、最高の組み合わせね。そして冬は兼六園の雪吊りが冬の風物詩なんだぜ。雪吊りって本当に風情があるわよね。雪景色の中、日本海の海の幸、特にカニやブリが絶品なんだ。冬の金沢も魅力的ね。ちなみに金沢には、弁当忘れても傘忘れるな、という言葉があるんだぜ。どういうこと？年間降水日数が多いから、いつ雨が降ってもおかしくないってことなんだ。なるほど。観光に行くときは傘を持っていかないとね。マスコットキャラクターの、百万さんも金沢の観光 PR に活躍しているぜ。百万さん、可愛いキャラクターよね。加賀八幡起き上がりをモチーフにしたキャラクターで、SNS でも人気なんだぜ。
最後に金沢市の現代の取り組みについて紹介するぜ。人口はどんな感じなの？金沢市の人口は約46万3000人で、石川県内では増加傾向にあるんだぜ。増えているのね。それは珍しいわ。北陸新幹線の開業で交通の利便性が向上したことが大きいな。新幹線の効果って大きいのね。金沢市は伝統文化の保存と現代文化の融合に力を入れているんだぜ。具体的にはどんなこと？伝統工芸の後継者育成や、金沢21世紀美術館のような現代アートの発信などだな。古いものと新しいものを両方大切にしているのね。金沢市は、創造都市として、文化芸術活動を通じた街づくりを進めているんだ。文化を生かした街づくりって素敵ね。あと面白い豆知識があるんだぜ。何？教えて。金沢は日本で唯一、江戸時代の藩庁所在地で、明治以降も県庁所在地であり続けた都市なんだ。へえ、ずっと中心地だったのね。金沢おでんという独自の食文化もあって、梅貝や車麩など多様な具材が特徴なんだぜ。金沢おでん、冬に食べたいわ。金沢市は観光と伝統、そして革新が調和した魅力的な都市なんだぜ。今日は金沢市について紹介してきたわ。加賀百万石の歴史と文化が息づく素敵な街だったな。兼六園や金沢城、美味しいグルメもたくさんあって魅力的だったわ。みんなは金沢市のどこに行ってみたい？コメントで教えてくれよな。金沢の思い出がある人も、ぜひコメントで教えてほしいわ。このチャンネルでは日本全国の市区町村を紹介しているから、チャンネル登録もよろしく頼むぜ。高評価ボタンも押してくれると嬉しいわ。それじゃあ今日はこの辺で。来ますし、来ますし、は金沢弁で、来てください。って意味だぜ。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。